説&考察。ジャスパルと申します。再来週8月25日から電気、炎、水タイプのポケモンたちがピックアップされるトリプルタイプウィークが開催されるということで、皆さんと一緒に内容を確認していきながらもろもろ解説考察していきたいと思います。やはり来ましたね。電気、炎、水タイプピックアップ。この漢字、おそらく来光炎帝水訓リサーチでもみんな再びピックアップされることと思うんですが、その際は中ピックアップではなく小ピックアップになるかと思いますし、本命は来光炎帝水訓になるでしょうから、サブレもそっちに上げたいとなると、ある意味今回が2025年最後の電気、炎、水タイプピックアップだと思っておくくらいのつもりでいいんじゃないかななんて思ってます。今回ね、法炎御三家的にはキモリは外されてしまったわけなんですけれども、スキルウィークで絶賛ピックアップ中なので許してね的な感じかもしれませんね。ってことで逆にね、スキルウィークが次にいつ来るかもわかりませんので、特にスキルのポケモンであるデデンネだったりパモさん、プラスルマイナンあたりを狙う方もちょっと気合を入れて臨むことになりそうですね。それでは参ります。ということで早速キャンペーントリプルタイプウィーク確認していきましょう。1週間続くこのキャンペーンは電気、炎、水タイプのポケモンがピックアップされる特別な期間です。後日詳細をお知らせ予定の来光炎帝水訓リサーチイベントに向けてたくさんのポケモンを仲間にしておきましょう。期間中は1日1回目のおやつタイムでポケモンが1匹必ずチャンス状態になります。さらに期間限定ミニアメブーストが使用可能です。お楽しみに。ということでミニアメブーストの連打がすごい。まあね、もともとミニアメブーストってタイプウィークから始まった元祖みたいなところがあったかなと思うので、ありがたく使わせてもらいましょう。ってことで開催期間は8月25日月曜日からの1週間となります。スキルウィークが終わって1週間準備をしながらニュームーンデーを超えたらトリプルタイプウィークとなります。開催フィールドは全てのフィールドです。自分で好きなフィールドを選んでいく形式となります。これフィールド選びね、しっかりと考えなくちゃですよね。そして限定ミッションもございます。おそらく電気、炎、水タイプの飴とかが手に入るのかななんて思いますね。それではボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において睡眠リサーチにてチャンス1匹確定1日1回のみ。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほど確認します。期間限定ミニアメブーストが使用可能。その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現以上となっております。非常にわかりやすいですね。とにかく電気、炎、水タイプのポケモンをゲットして育成して伝説の三聖獣イベントに備えてねという厳選育成がメインのキャンペーンとなっております。このキャンペーン単体で見ればやることは基本的に厳選ってことになるんですが、来光炎帝水訓リサーチは昨年は電気、炎、水タイプのポケモンたちが強化された状態でお手伝いしてくれる2週間のイベントでした。食材がプラス1個されたり、スキル率が上がったり、スキルレベルが上がったり、今年はね、木の実エナジーも 2.4 倍になりませんかね。ってな感じで本番とも呼べる伝説イベントのタイミングで活躍できるポケモンの育成についてもふんわり考えてもいいのかななんて思います。まあね、今回がどういう形式になるかまだわからないんですけどね、イベントトリプルタイプが一斉に強化されるんだとしたらかなりね、いろんなチーム編成組みやすそうですし、超面白そうですよね。もしかしたらね、フィールドごとに強化されるタイプが変わったりとかしますでしょうかね。シアンなら水タイプで、トープは炎タイプでみたいなね。まあふんわりその辺も念頭に置いておきましょうか。ということでピックアップのポケモンたちです。このキャンペーンの主役となりますね。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。全員中ピックアップとなります。電気タイプ来光と特別なピカチュウ以外全員です。進化後も含めて全員となっております。ピカチュウ族、サンダース、メリープ族、プラッスル、マイナン、コリンク族、デデンネ、パモさんたちですね。進化後も出現しますので、飴集めにもうってつけの1週間となるかと思います。無課金初期勢の注目ポケモンとしては、デデンネ、パモさん、コリンク、プラスするマイナンも一応入れちゃいましょうかね。あとはピカチュウ、ピチュウってなるとほぼ全員ですね。
いやね、電気タイプ非常に強力なポケモンが多いですよね。スキルウィークもね、次にいつ来るかわからないので、スキルのポケモンたちもこの機会に厳選を得られたらなと思ったりはするんですけど、ね、特にプラスルマイナンとか。ライコーと相性がいいのは、木の実のピカチュウたちと食材のコリンクたちになるかなと思うので、ライコーを狙う場合はそこもまたちょっと考えたいポイントなのかもしれません。ちなみにね、私はクレセリアを育成しておりますので、エスパータイプのアローラライチュウ、ずっと待っております。さあ、電気タイプだけでも非常に魅力的なんですが、続いて炎タイプ。こちらは炎帝以外全員中ピックアップです。人影族、原種ロコン族、ガーディー族、ブースター、日の嵐族、アチャモ、ホゲータ、アチゲータですね。アチャモは2周年で登場したばかりなので、ぜひとも探したいところなんですが、進化すると格闘タイプになってしまうので、炎帝との相性がいいわけでもないですし、伝説イベントで活躍させるのも難しそうなので、悩ましいところ。無課金初期勢の注目ポケモンとしては、人影、原種ロコンでしょうかね。春はね、エンテイたちのお手伝いブーストを食材集めスキルだと思っている節があるので、人影になっちゃいますかね。あとは日の嵐よりロコンの方が性能的に好みだったりします。まあ進化にね、炎の石を使うんですけどね、また次のイベントでゲットできたりとかしませんでしょうかね。EX のことを考えると、炎の鍋拡張担当、ブースターも重要度上がってるのかもなーなんて思ったりもするんですけど、まあブースターはとりあえず EV ウィークで来てもらいましょうかね。そんな炎タイプでした。最後は水タイプ。こちらも水君以外全員中ピックアップとなっています。ゼニガメ族、コダック族、ヤドン族、シャワーズ、ワニノコ族、原種ウパー族、水ゴロをクワッスウェルカモですね。パルは実際に水君を育成しておりますので、水タイプだけはある程度実感を伴ってお話できるかなと思うんですけれども、そういう観点からすると注目ポケモンはゼニガメ、ウパー、ワニノコかなと思います。電気炎タイプより食材ポケモンが多いのと、食材ポケモンで唯一のミルク第一食材ゼニガメ、唯一のキノコ第一食材ウパーと唯一性も高かったりするので、それも込みでお手部のことを食材スキルだと思っている説はありそうですね。ミルクが重要なカメックスとカカオも重要なカメックスってことで、主にデザートで活躍してくれてます。そういえばね、実際にカメックス2体にお手伝いしてもらってますね。そして集めづらいキノコを集めつつ、元気チャージで最低限のスポット運用もいけるヌオー。ポテトのヌオーは育成してないんですけど、それはそれで現在のサラダのシューとは相性が良くて、スイ君がリンゴとオイルなのもあって、どっちもサラダに使えるんですよね。スイ君ね、結構イカれた食材確率をしているので、うちの子は A、B スイ君なんですけど、B 食材のオイル、なかなかモリモリ集めてくれます。そんな感じでカメックスとヌオーは本当に随時募集中といった感じですね。またオーダイルも木の実の強さもさることながら食材確率結構高いんですよね。彼がミートオイルです。現在はね、ミートの方が汎用性が高いので AA オーダイルとか ABA オーダイルとかがいる方はいろんな場面で力借りれたりもするんじゃないかなと思います。ちなみにワニノコは食材2種のポケモンなのでミート率は常に3分の1です。私ね、オーダイルだけはちょっとね、エアプなので、ワニノコも狙いたいところなんですよね。水君的な一押しで言うと、ゼニガメウパーで2体とか3体とか育成したっていいな、くらいに思ってはいるんですけど、ワニノコね、出現フィールドが多くないので、このタイミングでこその狙いたさは感じますね。と、まあちょっと水君だけね、長くなってしまったんですけれども、EX モードも次回追加されるのはシアン EX になるのかなと思うので、水君の重要度っていうのはじりじりと上がっているのかななんてちょっと思ってます。で、ポケモンたちも非常に優秀で唯一性があるにはあるんですけど、それこそゼニガメ、ウパー、あとはクワッスとかって結構出現フィールド的に優遇されていると思うので、このタイミングで狙うかどうかっていうのは一個考えたいポイントになるかなと思います。特にね、食材ポケモンってレベル30で十分強くなってくれるので、スイ君をゲットしてから探してもすぐに活躍してもらえますし、まあ言うてアメもね、レベル60まで狙わないのであれば一旦は足りるしみたいな。そうでなくてもゼニガメやウパーは唯一性が高いので、別に今から探すというよりかは常に探されている系のポケモンな気もするんですよね。なのでキャンペーン的にはここでワニノコ、水ゴロウ、
あたりを探しに行くのが水タイプのピックアップとしては正解なんじゃないかという気もしてますそんなね水タイプでした。てなわけで各タイプのピックアップについての所感はこんな感じとなるんですけれども、まあもう言わずもがな、基本的には電気タイプを探すのであればゴールド急発電所、炎ならトープ洞窟、水タイプならシアンの砂浜が最初に検討されるフィールドになるかなと思います。それを踏まえつつ、ぜひ来光炎帝水訓リサーチでどこに行くかもぼんやーり考えつつ、各フィールドで出会えるポケモンざっくりと見ていきましょう。まずは若草本島です。ピックアップのポケモンはもう無限ですね。ゲーマーなので簡単に無限という言葉を使わせていただきます。無限にピックアップのポケモンがおりますので、非常にカオスなフィールドとなっているかなと思います。ガチで始めたての方でもシアンまで解放されていればそっちをおすすめしそうなので、カオスで楽しいリサーチがしたいという方向けでしょうチャンス1匹確定もある、本当にほぼ厳選のためのキャンペーンみたいなところがあるかなと思うので、基本的には翡翠賞になるかと思います。若草本島でした。続いてシアンの砂浜です。ワニの子を狙うのであればほぼシアン一択ですね。水タイプは漏れなく全員出現します。他のピックアップはピカチュウ、ガーディとなっておりますので、マジで水ポケモンを狙うかどうかですね。なお、ピックアップ的には最近追加されたポケモンが多くはないので、リサーチの下振れには多少悩まされることになるかもしれません。ワニの子を狙うならシアンの砂浜でした。続いてトープ洞窟。こちらも炎タイプは全員出現します。加えて水五郎、ウパーもピックアップになるので、ちょっとお得感があるような気もしますね。とはいえ、こちらも炎タイプを狙うかどうかがほぼ全てでしょう。今のところ炎タイプは出現フィールドが少ないポケモンが多いので、このイベントでこそトープに来る価値っていうのは高いんじゃないかとは思ってます。トープ洞窟でした。続いて卯の花雪原。今回もね、ちょっと影薄めなフィールドにはなるんですけれども、ピックアップが少なめなので、それこそパモをピンポイントで狙うみたいなことは最もやりやすいかと思います。まあでも進化後もみんなピックアップで、飴も手に入りやすいっていう側面があるキャンペーンでありながら、ピックアップのポケモンがね、スキルのポケモンのみとなるので、レベルが低くても活躍しやすいみたいなところは噛み合ってない気はしますね。まあとにかく目的を持ってピンポイントで厳選しに来るフィールドとなるでしょう。卯の花雪原でした。続いてラピスラズリコハンです。ラピスラズリコハンもね、結構いいフィールドなんですよね。ゼニガメ族はなんぼでもゲットしたいですし、ピカチュウたちも同じく。で、デデンネをピンポイントで探すならラピスが有力となるでしょうし、アチャもクワッスーなんかもいて、それぞれのいいところをちょこちょこ組み合わせましたみたいな、そんなね、いい感じのフィールドな気がします。進化後のピックアップが多くないのも厳選的には追い風となるかなと思うので、こちらも目的を持ってピンポイントで厳選しに来るフィールドとなるでしょうかね。ラピスラズリコハンでした。続いてゴールド級発電所です。こちらは電気タイプのピックアップが全員出現します。電気以外はウパー、ホゲータ、クワッスたちです。特にコリンクたちを探すのであればゴールド一択となるでしょうね。プラスマイナン探しもゴールドが有力となるでしょうが、パモさんはウノハナ、デデンネはラピスの方が最適な可能性があるので、コリンクプラスマイナンを中心に広く電気タイプを狙うならゴールドって感じでしょうかね。意外と電気狙いならここ一択って感じじゃないのは面白いところです。フィールドそのものの難易度の高さもありますので、進行度に応じつつ総合的に考えてみてください。ゴールド級発電所でした。そしてラストは若草 EX。ピックアップはこちらも無限となっております。こちらもね、若草本島同様、厳選中心のキャンペーンであるということと噛み合っているわけではないので、基本的には翡翠賞になるかなと思います。今週ね、スキルウィークだと攻略のためのボーナスが色々と乗っかるので、若干ね、難易度も緩和されて楽しいんじゃないかなと思うんですが、エナジー稼ぎに関わるボーナスはキャンペーンとしては一切ないので、難易度もそのまんま。また、飴の獲得量が多くなるっていう若草 EX の特徴があるにはあるんですが、おそらくね、眠気パワー消費の大きい寝顔にのみ若干の上乗せがされているみたいな感じっぽいので、飴的にもまあってことで、どうしてもフィールドボーナスを上げたい場合に行くとかになるんでしょうか。まあでもその場合もね、フィールドボーナス移しという手段もあるにはありますし、ただ難易度が高すぎることを逆手にとって
エナジーが低いうちってほぼほぼ進化前のポケモンたちがリサーチの大半を占めるはずなので、今週自分でやってる感じだと意外と進化前のポケモンたちを広く狙ってチャンスをつけてゲットしていくみたいな EX ならではの厳選ができる可能性はありそうだなと動画作ってて思いました。全くね、若草 EX 厳選のキャンペーンだし、考えてなかったんですけど、意外とありなのかもしれませんね。とはいえピンポイントで狙うというのには適していないかと思うので、そういう選択肢もありかなって感じでしょうかね。でも私もね、ちょっと検討してみようかなと思います。そんな若草 EX でした。といった各フィールドで出会えるポケモンたちでした。その他注意事項など特筆すべきものは見つかりませんでした。ミニアメブーストもスキルウィークのものと同じとなります。そんな電気、炎、水タイプの厳選育成が中心となりそうなトリプルタイプウィークでした。いやー、本当にどこ行きましょうね。っていうか、来公園定水くん誰狙おうね。そっちの詳細もすぐ出してほしい。そしてね、追加のポケモンって今回はいないんでしょうかね。ちょっと追加するの難しそうですもんね。今からだとね、どんなポケモンがアンバー環境で活躍するかもわからないので、本当に手持ちと狙いたいポケモンに合わせて好きなところに行くみたいな感じになるでしょうかね。ここがおすすめですみたいなところもあんまり言えないかな。本当にね、キャンペーンのことだけを考えるのであれば、やっぱりゲットしづらいデデンネとかプラスルマイナンにチャンスついてくれたら嬉しいですし、個人的にはね、しばらく若草 EX にこもることになりそうだなと思っているので、このタイミングでこそコリンクとか最後の厳選だくらいな気持ちでやろうかななんて思うと、ゴールドから考えていくのがいいのかなと思いつついやね、本当に難しいですね。ってことでね、ぜひ皆さんはどこのフィールドに行かれるか、こんなところに注目してるぜとか、このポケモン狙いたいとか、何でもコメントを頂戴できますと幸いです。まだね、多少時間はありますし、何かの間違いで先に伝説イベントの詳細来ませんかね。ゆっくり考えつつ、スキルのポケモンであれば、それこそ今週のスキルウィークでも狙えるかと思うので、今週の結果も踏まえて考えていきましょう。そんなトリプルタイプウィーク解説&考察でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんのグッドとコメント本当に助かってます。一緒にゆっくり考えていきましょう。それではいよいよ9月の来光園庭水訓リサーチも意識されるようなタイミングになってきましたね。ですが、ひとまず目の前のスキルウィーク最後まで楽しみ尽くしていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。